の力で加速しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は高速ジェット機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに工夫して速度の限界を突破したいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはロケットエンジンではなく火薬で加速する方法を研究していきます。試しに普通のゴムと高反発のゴムに同じサイズの火薬をつけて点火すると、なるほど、どちらも飛距離は同じです。火薬の衝撃は高反発の影響を受けないみたいです。次は最小サイズのゴムの板でギリギリ受け止められる最大サイズの火薬を探っていきましょう。何度か試すと10センチ四方の火薬が限界みたいです。こちらを使って連続爆発させて推進力にする火薬エンジンを作りましょう。こんな感じで火薬とゴム、松ぼっくりを組み合わせたものを縦に連結していきます。全部で32個つないだ後、後ろから点火すると、連続で爆発してくれました。この爆発の反動が推進力になるわけですね。こちらの推進力を確かめるために操縦席を作った後、私の重量とほぼ同じ50キロの石をくっつけて飛ばしてみましょう。すると、勢いよく飛んでいきました。この勢いならロケットエンジンより速いかもしれません。でもこのままでは操縦席から点火できないので、古代の合金の棒と鉱酸、タングステン、燃え尽きる寸前の松ぼっくりを使った点火装置を追加しましょう。こうすれば電気を流すと松ぼっくりに点火、そこから火薬に引火して松ぼっくりはすぐ燃え尽きるので、推進力の邪魔にはならないわけです。両側に棒があるのは火薬の反動を均一化してまっすぐ進むためですね。こうやってコンデンサーを近づけると、ちゃんと点火してくれました。この操作を操縦席からできるようにトリガースイッチとコンデンサーを追加したら、私が乗った状態でトリガーを引くと、火薬が爆発して消滅しているせいでトリガーから手を離してしまいます。バランスを崩してうまく進めませんね。こうならないように火薬エンジンと操縦席の間に4つのベアリングを挟むことで別パーツ扱いにしましょう。4つ挟むのはがっちり固定して動かないようにするためです。これならどうでしょうか。試してみると、よし、トリガーから手を離さずになかなかの距離を高速で移動することができました。この時の速度を知りたかったので、私のせいにして両手でトリガーを握りながらトリガーを引くと、かなりの勢いで飛び出して壁にぶつかる直前に秒速 54.7 メートルまで出ました。でもこの世界ではロケットエンジンで加速すると秒速100メートルまでは普通に出るので、ロケットエンジンで最高速まで加速してから火薬エンジンの力を使って速度の限界を超えられるようにしましょう。こんな感じで4つのロケットエンジンとその燃料を操作するためのトリガーを追加したら、大きな長方形の軽量プラスチックの板を9枚重ねたものを主翼として追加しました。これで安定してまっすぐ飛べるはずです。早速ロケットエンジンを噴射すると、浮力のバランスが悪いのか後ろに傾いてしまいます。なので少しずつ主翼を後ろにずらすことでバランスをとっていきましょう。ある程度位置をずらしたところで、よし、まっすぐ進んでくれました。
そのままぐんぐん加速して、燃料がなくなったところで、火薬に点火すると、拡散しました。どうやら火薬が爆発したとき、その衝撃で主翼が壊れて爆散してしまうみたいです。そうならないように主翼を爆発から防ぐ防御壁を作っていきましょう。ゴムを囲う面積を少しずつ増やしていきますが、意外と壊れやすいです。それでもここまで囲うと、よし、壊れずに済みました。早速飛びながら試してみましょう。後ろに傾いてしまっています。防御壁を追加したせいで、後ろが重くなっているみたいです。それでも、火薬エンジンの方は壊れてしまうこともありますが、角度が水平に近ければ、壊れずに全て爆発させることができました。もう少しバランスを良くするために、前に2枚のゴムの板を追加すると、バランスが良くなって、まっすぐ進んでくれています。ここで火薬に点火すると、ロケットエンジンと同時に推進力になってくれているみたいです。今度は後ろから見てみましょう。ぐんぐん加速して、おっと、木にぶつかってしまいました。気を取り直してもう一度。今度はぶつからずに進んで、かなりの速度が出てくれています。火薬に点火すると、ロケットの燃料を消費しても、火薬の推進力で加速してくれました。ちなみに、最初に火薬に点火しても、離陸するくらいのところまでは加速してくれます。その後は普通のジェット機として使えますね。今度はカメラの位置を固定して U ターンしてみましょう。ロケットエンジンを小刻みに噴射することで速度を調整して旋回することもできます。そのまま U ターンしたら火薬に点火すると火薬の力で加速しています。そのまま全ての燃料を使い切っても勢いだけでグライダーとして機能して U ターンして戻ってくることができました。次は私の視点にして最高速度を見てみましょう。まずはロケットエンジンだけを使って最高速度が秒速 100m であることを確認しておきます。ぐんぐん速度が上がって予想通り秒速 100m で止まりました。これがロケットエンジンの限界なので今度は火薬エンジンを使ってこの限界を超えられるか試してみましょう。ロケットエンジンで加速して秒速 100m になったところで火薬に点火するとわずかに加速して秒速 107.2m まで出ました。少しだけですが限界を突破することができたのでよしとしましょう。それでは最後は高速ジェット機に乗って行けるところまで行ってみます。なるだけ遠くに行けるようにまずはロケットエンジンだけでまっすぐ加速した後燃料がなくなったところで火薬エンジンに点火します。こうすると燃料分軽くなったところからさらに加速していけるので遠くまで飛んでいけるはずです。そのままグライダー状態になって徐々に速度を落としながら飛行を続けていくことで向こうにある島の上に着地することができました。それでは長距離を移動してお腹も空いてきたのでスライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた高速ジェット機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメ
メントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー